はい、時間になりましたので、これからですね、フィットイヤー新製品発表会ですね、こちらの方を、始めさせていただきたいと思います。それでは、今回のフィットイヤー新製品ですね、こちらのご紹介を、須山試験社長、須山さんから、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。毎度おなじみ、須山試験須山でございます。先ほどもちょっと前説で申し上げたんですが、秋の花粉症というやつでですね、ちょっと喉がやばめ、いつもの調子で喋るとおそらく5分と持たないので、こんな感じちょっとローテンション気味でもうすでにおかしいですね。行かせていただきたいと思います。途中、飴を舐めたりですね、コーラを飲んだりさせていただきますが、ご容赦のほどお願いいたします。じゃあ始めましょう。フィットイヤー新製品発表説明会、まず新製品なのか、まだ販売時期も決まってないじゃないかっていう話なんですが、我々フィットイヤー業務用イヤーモニターとしてですね、MH334、あとこの MH335、こういったカスタムイヤーモニター、耳型の型を取ってですね、オーダーメイドで個人個人で作る、こういった製品を得意にしてまいりました。でこれが実際使われるライブ、コンサートですね、こちらでの利用環境なんですが、向かって左側、これなかなか目にする機会ないと思うんですが、ステージの演者の方にその自分たちの声であるとか演奏、こういったものを調整して届けるモニターミックスという部分パートになります。でこちらはステージの演者の方もですし、あとこれ調整をするモニターエンジニアの方、いずれもですねカスタムイヤーモニターを利用しています。一方これ時々ライブとかに行くとステージ客席の一番後ろに陣取ってるでっかいミキサーがあると思うんですが、客席に向けた音をこのミックスするハウスエンジニア、こちらのエンジニアの方は通常ヘッドホンでのオペレーションになります。でこの現場からのリクエストとしてなんですが、やはりこの役割としては違うものの、モニターエンジニアの方、ハウスエンジニアの方、協力してですね一つのライブを、作り上げていく。そうした時にエンジニア間のコミュニケーションというのは大変必要となります。でそうした際にですねこれじゃあハウスの人もイヤモニ作ればいいんじゃないって言っても、コストもかかりますし、この耳型採取を必要としない、いつも使い慣れたスタイルのモニター機器、これをぜひ使いたい、イコールヘッドホンなんですが、であとはスタジオユースを含む、用途をまたいだですね利用というものが近年広がっております。でこれもう以前からなんですがフィットイヤーカスタムイヤーモニターと、音質的な整合性が取れたヘッドホン、これ須山さん作んないのっていう話は以前から頂戴しておりました。少し時間的に戻りますが、フォスターアライアンスプログラムとイヤホンヘッドホン自作コンテスト、2013年よりフォスター電機様と我々ダイナミックのユニットですね、9ミリの非常にこれ優れたものなんですが、こちらの供給につきディスカッションを開始いたしまして、でフィットイヤーエアーにて同社9ミリダイナミック型ユニットの供給を受けることとなります。例えば現在でも新しいところでフィットイヤー DC ですとかこういったものにも利用されています。で一部ですねこの中でもなんか見たことのある写真っていうところもあるかと思います。2018年にフォスター電機様が、同社のドライバーユニットの応用を目的とした企画、フォスターアライアンスプログラムをスタートされます。で40ミリと50ミリ口径、あと13ミリと9ミリもあったのかなの、ヘッドホン用としては4050のフリーエッジのダイナミック型ユニットの提供を受けまして、でヘッドホンにおける音質チューニングについて検討を始めました。でこれエアー3とか言ってたらですね、これカップが100均で買ってきたステンのなんかものをぶった切って作った覚えがありますが、こんなものをちょっと遊びで始めたところです。でこのフォスターアライアンスプログラムの一環としてはフォスター電機様と、あとヘッドホン祭りの主催でもございます藤谷エビック様、やはりこれヘッドホン祭り2018年9年だったかな8年かな
で共同開催されたイヤホンヘッドホン自作コンテストというものがございました。で一般向けには販売されていない高音質ドライバーをコンテスト用ということで販売をする。で今度それを購入した方が利用してですね、もう自分のヘッドホン聞いてくれ、イヤホン聞いてくれ、こういった自作コンテストが行われました。でこのコンテストなんですが、実は弊社のですねスタッフ、白井貴則がですね、会社には何のあれもなく個人の資格として出品をしていたと。でしかも入賞することができまして、でこの白井なんですが以前から 3D プリンターを自宅に購入してですね、CAD デザインして、でもう自分でもう一から作っちゃうようなまあまあなコアな社員なんですが、でこのコンテストの参加を機会に弊社の補聴器部へ移籍して、カスタムイヤーモニターの製作と合わせてヘッドホンの開発を開始いたします。こちら白井貴則、そこの今頭を下げたものです。で歯科技講師でもあるんですが、今申し上げた通りで、補聴器部に入る前からヘッドホンのメンテナンスや改造、こんなものに取り組んでいたと。でフォスターアライアンスプログラム、自作コンテストで入賞を機に補聴器部へ移籍します。で、移籍前はですね、ちょっとこれ懐かしいエレガの2ウェイステレオヘッドホン出てますが、こういったものを個人的に修理したりいろいろ音質調整に取り組んでいたということです。でこれ個人の自分の、自宅の部屋にはそぐわないような景色ですが、こういったものも装備していたらしいんですが、その当時試作における造形依頼サービス、なかなかコストパフォーマンスが悪かったようで、そんなこともあって、もうじゃあ自分でやっちゃおうというような話になったみたいです。こちらありがとうございます。すみません、早速。でこのイヤホンヘッドホン自作コンテストではソニーの MDR-XB500、こちらのベースとしてでユニットは40ミリでしたっけ、フォスターさんの40ミリのダイナミック、これを組み合わせたものをチューニングしていくことで入賞という結果をいただくことができ、これで今度弊社でもヘッドホン開発担当という形となりました。で2021年秋頃から、ある意味研究目的で、もうこれソニーの MDR-CD900ST、業務用としてはもう鉄板中の鉄板です。これをですね好きなように改造してですね、単に改造してたのではなく、オリジナルに対して、ハウジングカップの形状や構造、あとイヤーカップ、こういった音響的な条件を変えることで、どう音質に変化が出てくるか、こういった考察を続けておりました。で弊社でもFDM 方式の 3D プリンター、少し大型なものを導入いたしまして、でハウジングカップ、バッフル、こういった音響的構造部品につき試作をし、ドライバーユニットの選定、ダンピング方法などを検討してまいりました。ちなみにこの形状をどっかで見たことがあるな、弊社のですねイヤーモニターのフェイスプレートのコネクター部ですか、白井の方が結構ユーモアもありまして、ちょっとこんな風なデザインにしてみましたって持ってきてくれて、じゃあこれでいきましょうって話になってはいたんですが、ちょっとその後ですねもう少し変遷をたどることになります。でそうですね 3D プリンターは買いました。で音響的なところはだいぶ研究進めました。でもこのヘッドホン何が難しいって、このバンドであったりハンガーであったりこのスライダーであったり、こういういわゆる機構部品というところ、これがですねヘッドホン参入上の、オリジナルのものをですね作る場合に一番のハードルになります。
で、自作もあそこは規格外の人なんかに聞くと分かると思うんですけど、これをどう作るかっていうのがノウハウで、ホームセンターでですね部品調達してきたり、あとアリとか辺で怪しげなパーツを集めてきたり、それでなんとか形にするんですが、やっぱり製品化するにあたってはどうしても避けられない一番大きなハードルでした。で、どうしようかっていう時にですね、やはり白井の方から、サウンドウォリアーブランドで、製品展開を行っている白下工業株式会社様、こちらへの相談、ちょっと社長聞いてみませんか、提案がありまして、でこのヘッドホン祭り、そしてこちらにいらっしゃるフジエビック根本さんにですね、そのまたお隣にいる白下工業の高原さんをご紹介いただいて、このヘッドホン開発が本当に動き出すわけです。はい、でヘッドホンの施策としては2022年の春頃、白下工業様のご協力でヘッドバンドの機構部品試作、一次試作ですね、こちらの方が開始します。この形でもしかするとこの中でもお試しいただいていた方がいらっしゃるんじゃないかと思います。そしてだいぶなんか製品っぽくなってまいりました。音質的な設計がおおむね完了し、2023年春頃より白下工業様にて製品化に向け、ハウジングカップ部ハウジングカップの部分はこれまでうちの方でいろいろ試作はしていたんですが、最終的なデザインを含めて、白下様の方でですね、全体像をリファインで最終的金型を起こす前のシリコン型での試作までこぎつけることができました。これよく見ていただくと両出しになってます。で今日ヘッドホンをお試しいただいたっていう方いらっしゃいます。ありがとうございます。でまずはそうですね、こちらもそうなんですが、まず業務用途からちょっとスタートするというスケジュールもありまして、今これ左側ミニ XLR でのそうですねデタッチャブルなタイプにしておりますが、ちょっと将来的にはまたいろんなバリエーション考えております。はい、そしてですね、このフィットイヤーモニター1、どっかで聞いたことがあるなっていう名前ではあるんですが、この名称となりました。モニターだからなんかモニター的なとかって別にそういうわけでもなく、イヤモニやってからヘッドホンもモニターにするか、それぐらいの話です。それの一発目ということでモニター1でですね、白井の方もって言ってくれたんで、よしとしております。で、我々初のヘッドホンとして音響的な設計をフィットイヤー、機構部品や製造を白下工業様が担当する形で開発しております。ワイドレンジでフラットな高耐久性の 40mm、フィックスドエッジのダイナミック型ユニットを採用しています。フィットイヤーの業務用カスタムイヤーモニターとの整合性を維持しつつ、より幅広いシーンでの利用を想定しております。この白下工業様、先ほどから名前が出ておりますが、サウンドウォリアーといった方がここにいらっしゃる方はよくご存知かと思います。1923年長野県上田市に生糸製造所として創業されて、なんと本年100周年ちょうどなんですが、という非常に長い歴史を持つ会社様です。1959年に白下電線工業を設立し、電線の製造販売を、また1966年にはアメリカのメーカーからの依頼で音響機器の OEM、これの供給を開始されました。だんだんスパンが短くなってきます。ちなみにこれが、1966年にですね、アメリカの会社様から OEM の依頼があった製品、6人の方がヘッドホンで同時に同じ音を音楽を楽しむことができるという製品だったとのことです。で1980年代にはホール、美術館、放送局、音楽スタジオなどの業務用音響機器、音響システムの生産を開始されます。日本のオーディオメーカー様、ここに各種アンプ等の音響機器を納入もされてまいりました。
1990年代に入りますと、高品質なサウンドと耐久性に優れた同社製 OEM ヘッドホン、これが世界中の放送局、ホール、スポーツイベント、こういったところに利用が拡大してまいります。モニターヘッドホンの TR-HP01、写真のものもこの時期に誕生しております。35年ぐらいになりますか。2003年にはオリジナルオーディオブランドサウンドウォーリアーが誕生します。で最初のオリジナルオーディオは真空管アンプで、また CD 付きのものであったり、スピーカー、こういったものをリリースされています。そして今年ちょうど100周年記念ということでですね、大阪のサウンドウォリアー様のブースの方でも展示があったかと思います。SWL-T01、真空管パワーアンプヘッドホンアンプ、こちらの方が11月の6日に発売の予定になっております。で白下工業様に関しての紹介というのが大体そんな感じなんですが、じゃあなんでそことうちのコラボになるかというその技術的な部分の少し説明、というよりは白下工業様の強みのちょっと説明をさせていただきますが、そもそもその OEM の音響機器というのを得意に手掛けられてた白下工業様の方にですね、1980年代の後半、米国の大手ファーストフードで導入していたドライブスルー用のヘッドセット、これがすぐ壊れちゃうんだけどという相談があったそうです。で実際に白下工業様の方で店舗の調査に行ったところですね、店員の扱いが悪いと。雑に扱う、やっぱりね自分のものではないのでかなりガチャガチャに使っていたり、あとはやはりフライドポテトのような揚げ物、その動物性の油脂、これがもうお店の中に充満してたと。で特にその油脂がですねこのヘッドセットに付着するとひび割れ、もう割れですよね。これが数週間から場合によっては数ヶ月、これぐらいの期間で発生してしまっていた。あとはマイク周りの破損、入出力ケーブルの断線、こういったものも取り扱いの雑さによってですね常時発生していたと。で白下工業さんではこれらの問題に関して3つの改良ポイントを考えられました。耐油性、耐薬品性、耐衝撃性が高く、物性劣化の少ないナイロン6、これ一つキーワードになります。このナイロン6を素材として採用した。機械構造的に弱いマイク回転部、また強度不足の部品の設計強化、この辺はもう鉄板なラインですが、あとは入出力ケーブル自体の強度、コネクタやケーブル接合部を強化、これらのですね複合的な改善策、これを実現いたしまして、もともと当初ですね半年ということだったようなんですが、この倍となるもう1年の保証を製品保証を実現して、全世界のファストフードチェーン用のヘッドセットとして納入されることとなります。ちなみに総生産台数なんと約20万台、これを10年以上にですね供給するというそういった非常に強い実績を持っております。今度鼻にもちょっときました。はい、すいません。はい。で、白下工業さんのこうした改善への取り組みというのはこれで止まりません。次にひどいまた宿題をもらうことになったそうです。アメリカの大手放送機器メーカーから強度向上の改良要望があったそうなんですが、ヘッドセットは3メートルの高さ、これぐらいかな、もっとか、からコンクリートの床に8種類の角度、これで落下させるだけでもひどいんですけど、これを3回繰り返す上に基本動作に問題がないという条件を出されたそうで、JISなどでもやっぱりこの自然落下試験っていうのはあるんですが、この基準を大きく超えるものだった。
で今度はですね独自の樹脂成形成形の字が間違ってました。どうやって作るっていう方の成形ですね、このノウハウなんですが、ケース部を、従来これまではかなり強度はあったんですが、このナイロン6から、より耐衝撃性、低温衝撃性、長期耐熱性、耐油性、耐薬品性、柔軟性、こうしたものに優れたハイグレード版のナイロン6、こちらに変更しました。一方ナイロンはこの成形後金型に入れてそのナイロンを転入してですね固めて、この操作の際に表面正常がちょっと問題が出てしまうフラッシュ現象というちょっと変に銀色に光っちゃうようなそういう現象だそうですが、あと収縮率によって寸法精度に課題がどうしてもある材料です。それゆえ外から見える例えばもうこういうカップであったり、抜き出している部分ですね。どうしちゃった。こうした外観性用、外観がこう大事になるような部分の材料としてはなかなか使いにくいという素材です。皆さんヘッドホンはもうたくさんお持ちだったり、今日もヘッドホン祭りで各社様のヘッドホンを見てるかと思いますが、大体 ABS とか金属とかあと木材、そういったものが利用されていて、そういやナイロンって聞いたことないよね、ちょっと安っぽいのかなみたいな、そういうあれもあるかもしれないんですが、実はこのきれいに形にするというのがすごい難しい材料です。その代わり先ほど申し上げたような非常に高い耐久性であるとか耐薬品性、耐寒性とかそういったものは持っておりまして、で、この開発製作白下工業さんのですね各部署の協力によって何とかこれ形にしようということでですね、成形中成形後の処理、これに独自のノウハウを確立して外観部品としてもきれいに、それでいてそもそもの素材の特性というのを最大限生かす、こういった製造プロセスを実現されました。白下工業様では現在ほぼ全ての製品に、ナイロン6の素材を使用されています。でそうですね、もう各現場でもう業務用で使われていますが、このナイロン6素材業務用に実は限らずにコンシューマー向けのヘッドフォン、サウンドオーディアの製品ですね、こちらの方でも使用され軽量でありながら耐久性に優れた製品としてたくさんの方に愛用されています。白下工業様のこのヘッドホン開発ですが、オリジナルブランドサウンドオーディアヘッドホンシリーズの共通した特徴として、先ほどもですねやはりナイロン6、これの利用によるところも大きいですが、軽量でありながら耐久性頑強性に優れる、また快適な素養感、こういったところが特徴としてございます。でこれもやはり白下工業株式会社様が業務用ヘッドセットの開発、先ほどもですねかなり厳しい条件を見事にクリアしていった、こうした開発で培ったノウハウが注ぎ込まれております。中でもですねこの SWHP10S、もしかするとお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、サウンドオーディアブランド初のヘッドホンとして発売され、白下工業様にとってもリファレンスとなる機種でモニタリングヘッドホンをベースとしながら長時間の音楽鑑賞でも疲れを感じにくいサウンドチューニングになっています。でこの疲れを感じにくいというのは音質的なところにとどまらずですね、このイヤーパッド、この右下の写真ですがちょっと特殊な洋梨のような形で、よく見るとですねつけた時にこの耳の後ろ側に当たるちょっと膨らみがあります。こうした特殊な形態のイヤーパッドによってですね通常ヘッドホンってこのヘッドバンドでこの側圧バネの力を使って頭に押さえつけるようなことをするんですが、なるべくこの側圧には頼らずに長時間の使用に欠かせない包み込むような
優しいフィット感、それでいて適正な遮蔽性、これを実現しています。この SWHP10S 発売以来、たくさんの方々に支持されるロングセラー商品となっています。半分ぐらいですかね、今で。半分じゃある。すみません、もう25分経ってますので、ちょっと巻きでいきましょう。こちら今回設計をご担当いただきました井田様、城下工業井田様よりコメントをいただいておりますので代読させていただきます。当社は1970年代より海外向け教育用ヘッドフォンの OEM 生産からスタートし、その後国内の教育機器メーカー様へ LL 教室のヘッドセット、同じく通信機器メーカー様へ向けた業務用ヘッドセットなどさまざまな企業様へ OEM 生産を行ってまいりました。また某大手 CD ショップ様での視聴用ヘッドホンの開発も手がけてまいりました。今回の須山試験様からのご依頼におきましても、こうした当社のノウハウを生かし耐久性に優れ、業務用として気兼ねなくお使いいただけるヘッドホンを目指して設計させていただいてごめんなさい、いただいています。壊れにくく頑丈な構造であることを前提として装着感の良さ、可動部の円滑な収動性、肩出し両出しやリケーブル対応コネクタ変更にも対応できることなど試作を重ねながら須山試験様からご意見ご要望をいただき、さまざまなバリエーション展開も視野に入れた設計を進めているところです。今回須山試験様として初めてとなるヘッドホンの開発に携わらせていただくことにプレッシャーも感じておりますが、当社のノウハウや経験が少しでもお役に立てるよう製品リリースまで精一杯取り組んでまいります。ぜひ試作機をお試しいただき、率直なご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。このフィットイヤーモニター1ですが、40ミリ系のダイナミック型フィックスドエッジのフルレンジユニットを利用しております。付属ケーブルは OFC 線ミニ XLR6.3 ミリステレオプラグ、本日ちょっと視聴用のためには 3.5 ミリになっていますが、業務用としては 6.3 ミリのステレオプラグになります。付属品はちょっとまだ一部確定していないところもあるんですが、まずはセミハードケースがつく予定です。カラーに関しましてはブラックで、価格に関しては未定となっているんですが、なぜか US ドルで200から300ドルぐらいの間ということで、お考えをいただければと思います。ちょっとまた量販であったりコンシューマー向けであったり、そのあたり仕様も若干変わりますので、そのあたりその辺の枠でというふうにお考えいただければ幸いです。フィットイヤー開発担当白井ですね。本人から本当はねここに来て喋らせればいいんですが、すいません時間の都合と、あと本人あんまりその辺喋りそれほどグイグイいく方ではないので、代読します。フィットイヤーブランド初のヘッドホン、かつ業務用ということで、音や運用に関わる強度等の要素以外は極力コストを抑えるようにと、使用した工業様には大変ご迷惑をおかけしております。昨今の美麗な装飾を施した宝飾品のようなヘッドホンではなく、音を聞くことに特化した道具として幅広く受け入れてもらえることを願い、製品化を目指してまいります。コンシューマー展開に向けてもニーズに合わせた仕様、ケーブルの取り回し等の検討をしていくため、さまざまなご意見ご感想をいただけますと幸いです。はい、ということでヘッドホンの方終わりました。でこれで質疑応答ってやりたいんですけど、すいませんもう一本ですね、ちょっと追加の新製品お試しいただいたかと思いますが、イヤホンの方イマージュございますので、これちょっと引き続きやらせてもらいます。はい、ドン。フィットイヤー、IM が大文字で ARGE これが小文字の、フィットイヤーイマージュでございます。フィットイヤーのシルバー65周年記念モデルとして出したものですが、それとあとそれを樹脂筐体になる H1、あとMH335 シリーズをですね
原田光晴さんのご指導のもと、ちょっと堀田流に仕上げ直した 335HT、 あとは音響さんの K1 ですね、こちらの方の開発を手がけた弊社堀田伊吹の最新作になります。さっきの製品いずれも高い評価をですね本当いただいてありがたい限りなんですが、製品の企画をするにおいて、どうしてもですね使うユニットありき、今回これ使ってこんな感じでいきましょうとか、すいません今ちょっと在庫としてこれユニットがたくさん残ってるんでこれなんとかしようかとかそういう大人の事情とかもありまして、これ開発者にとっては、それも一つ開発の、条件にはなるんですが、でも本当に自分がやりたいっていうことをする際には、どうしても制約になっていたことも否めないはいはい。ということで、堀田伊吹でございます。アルティメットイヤーズのトリプルファイ10プロ、もう定番中のこれもド定番。これからですねポータブルオーディオに関心を持って、で使い倒してるうちに壊れちゃって、でそれを分解してカスタムにしたんだっけとかいう大体自社化にありがちな流れをたどってるんですが、一つ違ったのがですね弊社フィットイヤーにも興味を持ってくれていて、でも須山試験に入るためには歯科技講師じゃなきゃいけないらしいというですねネットの悪い噂を聞いて本当に歯科技講師になってしまったので、我々としてもいやそれ責任取らなきゃなんないよねってことで入社してもらった経緯があるんですが、大正解でした。でその後先ほどの申し上げたシルバー H1、 335HT、K1、こういったものの開発を担当してくれています。新型 BA ユニットと新規製品開発、こちら2022年の11月ですか、ソニオン、ここにいらっしゃる方ですと、説明の必要もないかと思うんですが、世界、2大 BA メーカー、ノールズ、アメリカのノールズとあとデンマークのソニオンという、2大ブランドがあります。で特に弊社の場合ソニオン様とはかなり長いお付き合いをさせていただいておりますが、で日本にそうですねエンジニアの方が見える時とか、あと逆に私がアムステルダムの R&D で打ち合わせしたりなんてことはしてきたんですが、またこの堀田がですね今そことかなり密にコミュニケーションを取ってくれています。でこの22年11月、ソニオンからですね新型のフルレンジ BA のサンプルを提供していただきました。でこれがフラットかつワイドレンジで特性としてはとっても良かったんですが、ベントレス、いわゆるそのケースがあって振動板があってこっちを音出ます。でこっち側がある意味密室になってて、どうしてもその空気の抜けがないと低気がちょっとロールオフしちゃうスピーカーで言えば密閉箱ですね。でそれをちっちゃいピンホールを開けることでもうローのエクステンションができる、その出た音を前に持ってくるようなバスレフレックスとは違うんですが、振動板の動作、空気バネを緩和するというのが目的で、この弱点を補うために、この新製品にベント付きのを作ってくんねえかなというふうなリクエストを出しました。少々お待ちを。コーラ結構喉には楽なんですけど、途中ねゲップが出そうになるんで、それですいません途中ちょっともたもたしております。すいません。でこの同 BA のベント付きモデルをご提供いただいて、このイマージの前身となる S2、これを試作いたします。で12月中旬に銀座店、弊社の激細ビルですね、その代理店の方を交えソニオンのお二方とミーティングをし、電池ドライバーを使用した製品サンプル3種を提供いたします。で12月下旬にはソニオンからフィードバックがあって、これ1回開発がストップするという、あくまでそのユニットの評価用ということで少し開発をしていた、これが一段落したので一度止めたという経緯ですね。はい、で同時期そうですね去年の12月かな、マスタリングエンジニア、ご存知原田光晴さん、今弊社の開発顧問にもなっていただいておりますが、
原田さんによるこの社内のオーディオセミナーというのがスタートします。前回開発トークみたいなのでですね、内容に関しては少しご紹介いたしました。音や音楽に関するこのレクチャーを受けながら、後の MH335HC となる製品開発を完了し、23年2月におおむね作業が完了いたします。でこれが4月に春のヘッドホン祭りで出たんだっけ。はい。でそうだね、4月末のヘッドホン祭に向けての準備、これ MH335 の発表335HT の発表という意味での準備ですが、これと並行してまたEST2、一度開発が止まっていたものに関してリチューンを開始いたします。開発再着手の背景としては、このソニオン新型 BA ユニットの評価、製品化の検討として行ってましたが、この EST2 実はね結構いい感じだったんです。私もこれでじゃあちょっとそれで EST2 にしようよって名前言ってたんですが、堀田の方ではですね、この受けたオーディオセミナーを通じてこれまだもう少しやれんじゃないか、でまたセミナーで原田さんから学んだことっていうのをなんとか製品に少しでも反映できないか、こういった気持ちから再度開発に着手します。このセミナーでも特に堀田が感銘を受けた影響を受けたのが、原田さん、お仕事でもあるマスタリングのデモで、そのマスタリング前後の差、これに強い感銘を受けた。音源が悪い、どうっていうのはちょっと別としても、最初平面的に聞こえていた元音源、これがボーカルはより近く、背後の空間がより広く、同じものがこれだけ立体表現に変化が出るんだというのがショックだったようで、その EST2、自分でも気に入っていた EST2、バランスが取れ端正ではあったものの、そのある意味マスタリング前の音源のようなちょっと平面さ、これを感じたそうです。でこれマスタリングこれしたみたいな広がり感であったりとか立体感であったり、こういったものが自分のイヤホンで具現化できないか、これが大きなですね後押しになってイヤモニターの開発を決意した。開発テーマ音質面、これも本人のですね資料そのままなんで、個人的ちょうどいいの追求、自然なバランスを保ちながらもボーカルの質表現を最重要視、声は近く背後の空間は広く、楽器は明瞭に、聴いていると時間を忘れるような自然で没入感のある音を目指す、自分自身が毎日使いたくなる音にする、これ音的な部分ではこういったところが開発のターゲットになります。今度設計面です。素材を生かす、ソニオンさんのこの惚れ込んだ新型フルレンジ BA の良さを最大限生かすアプローチ、もしかするとそうですねH1 シルバー、K1 音響さんでもですねやはりマグネシウム振動板 BA ユニット、これをどうやって生かすかというのが一つの開発テーマでもあったので、今度はそれ自分で本当にこれすごくいいなと思ったユニット、俺どうすれば一番ね魅力が出せるか、これが一つ、大きなアプローチだった。でシンプルかつ無駄のない設計で括弧書きありますが、なんでそうしたのっていう意図を説明できることも重要視したとのことです。でまたこれまでの実験開発データ知識知見ですねをフル活用する、フィットイヤーシルバーと比べてこのシェルの小型化とさらなる装着感の向上を目指す。特にこの4番に関しては堀田がすごいこだわっているところで、どうしても人の耳ってもうそれぞれです。で、それだからこそ我々カスタムイヤーモニターを作ってるわけなんですが、じゃあそれを今度はユニバーサルでお聞きいただく際にもなるべくそのどなたでも同じような条件、同じ我々が提案する音をお楽しみいただきたい、それが堀田の開発理念、その設計理念にありますので、そういう意味では非常に耳への相容感というのは高くなってきているんじゃないかと思います。はい、
この製品名のイマージュというものなんですが、イマーシブ没入感、イマジンイメージ、マージ、併合とか取り混ぜるとかこういう意味ですね。で自然なクロスオーバーというところを狙っての部分、ワードだったようなんですが、あとエマージ、浮かび上がる、これはボーカル表現、先ほどあったやっぱりボーカルへのこだわりが非常に強いので、そのあたりというところ、これらのワードをですねちょっと面白かったのがチャット GPT にぶん投げたと。でそこで出てきた答えを、いくつか出てきたんでしょう。でその中からこれかなっていうのを選んで、でかつですね今もともとはイメージ IMERGE だったらしいんですが、もうちょっとこう製品っぽくっていうかその辺で最初の I と M を大文字にしてで IMARGE でイマージュと読ませることにしたそうです。開発使用音源、これも前回の開発、開発者トークみたいな時にですね紹介させていただいたものになりますのでちょっと割愛しますが、私がコーラを飲む間ちょっと皆さん見ていていただければと思います。はい、こんなもんで。このフィットイヤーイマージュ、フルレンジのバランスが間違ったドライバー、これ ×2 となってますがいわゆるタンデムと呼ばれる1ユニット2、レシーバーのものですね。これに超広域用静電がついたと。これも1ユニットで、振動膜2枚っていう形になります。1プラス1の構成になっています。付属ケーブルなんですが、これももう確定でいいのかな。本当に一応フィットイヤーのケーブル007、というちょっと良い弊社の中ではちょっとプレミアムケーブルを、使用することとなっています。付属品はもう定番の1010のペリカンのケース、ケーブルクリップ、メッシュポーチ、クリーニングブラシで、この色に関してですねちょっと見て実際お試しいただいた方にはまたご意見いただきたいところなんですが、シェルがスモークグレーでフェイスプレートがクリアという、設定になっております。でお値段なんですがちょっとまだ未定とはなってるんですが14、17ぐらいの感じで、これユニバーサル選考にはなると思うんですが、またその後もカスタムも、予定はしております。はい、ということで、イマージュ開発担当、堀田からのコメントは本人からしてもらおうと思うんですが、今度はマイクを渡すと15分20分しゃべりますのでこれも私が代読いたします。個人的ターニングポイントと呼べるような出来事が重なりイマージュの製品化にこぎつけることができました。今回は開発スタート時に縛りや条件がなかったからこその面白さそして難しさがありました。答えのない事柄において自由にやれるとは楽なようでいてその実すごく困難なことだと痛感しています。最初から何かが決まっていればそれを軸に展開すればよいですがない場合は自分で定めるしかありません。性格的にもこじらせやすいので抑えつつ何がやりたいかを明確にしてそれを実現できる方法を模索しました。自分なりに答えを形にできた実感があり数ある手持ちで一番最初に手が伸びるイヤホンはイマージュになりました。毎日聞いています。しかしイヤホンは当然個人の好みはもちろん年齢や耳穴形状使用機材等さまざまな要因で評価が分かれるものです。私が良いと思ったこの音を皆さんがどう感じるか賛否問わず非常に興味があります。ぜひイマージュをお試しいただいて素直な感想をお伝えいただければ開発者冥利につきます。以上でございます。
はい、ということですいません、このしゃがれ声で、ちょっとゲップをこらえながらの、トークになってしまって申し訳ないんですが、我々の初のヘッドホン、モニター1と、あとは新しい、イヤモニター、イマージュ、こちらの、製品説明となりました。本日ですね、開発者、一応2人、あと白下工業様から竹原さんもおいでいただいてますので、私の今の雑な感じの説明にですね、これどうなってんのとか、ちょっと本人から聞きたいんだけどということがあればぜひ、質疑応答、手を挙げてですね、言っていただければと思います。はい、ではご質問、はい、じゃあ今伺いますね。少々お待ちください。はい、お手柔らかに。モニター1なんですけど半年前の記憶だからちょっと定かでないんですけど、音結構変わったような気がするんですが、素材が変わったから、それとも音響設計変えたから、実はですね、音響設計もユニットの内容とかも全く変わってなくて、一つ考えられるのが機構部品がちゃんとしたで機構部品がちゃんとしてはいるんですが、少しねヘッドバンド、このヘッドバンド、あとスライダー、この関係がちょっと今ねヘッドバンドが長すぎてスライダーが短すぎるという問題点を抱えておりまして、で前のやつの方がおそらくいい感じのフィットはしたんじゃないかなと思います。でもしかするとそこの部分のアコースティック条件がちょっと変わったことによってっていうのはあるかと思います。なんですけど実際音特性とか取ってみてもですし、そこでの直接的な同条件ではあるんですが、そこでの変化はないですね。ですのでそこはね改善できると思いますのでお楽しみに。はい、はい、ありがとうございました。その他何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ今伺います。モニター1なんですけど、はい、なんかその今までのフィットイヤーの製品、例えばカスタムだったりとかでこのカスタムとかとなんかねをリファレンスにしてるとか、逆にその現場でなんかこのカスタムとこれをなんか一緒に使ってもらうことを想定しますみたいなあったりはしますか。そうですね、そういう意味では一番最初にあったここにも絡んでくるかと思うんですが、さっきパパッと飛ばしちゃいましたが、弊社の、カスタムイヤーモニター側のある意味リファレンスというか定番がこの MH334 になります。で現在ですと3500名を超えるアーティストの方、1500名を超えるサウンドエンジニアの方にご利用いただいてますが、やはりこの製品が一つのヘッドホンを作る場合でもそのリファレンス、こことの整合性というのはあるかと思いますが、なかなかこれも微妙なところでもうちょいローが欲しいんだよねとか、もうちょいくっきりはっきりしてほしいんだよねとか、いろいろありますもので、そうですね 334SR とか 335DWSR とか、その辺も含めてこの MH シリーズとの整合性というふうにお考えいただくのが近いかなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。じゃあちょっとあちらの方から先でよろしいですかね。はい。はい、じゃあマイク持ってますんでこのまま喋っていただいて。ですね、モニター1なんですが、修理とかプロフェッショナル用に出すってことはその修理とかっていうことは考えているかと思うんですけども、その部品の供給をしていくのか、それとも持ち込まれたらすぐ修理してくれるとか、そういう体制っていうのは保守体制っていうのはどうなっていくのかなっていうのがちょっと興味があります。ありがとうございます。まだちょっと準備段階ではあるんですが、部品の供給を予定しております。というのがどうしても送っていただいてで預かってというと業務用途で考えた場合でももう1週間とか時間が空いてしまう。で
これもやっぱり修理をねご自身でしていただくっていうのでも確かに手間も時間もかかるんですが、でも部品でこうお持ちいただいておくと、大体例えば業務系 PA 会社様ですと、その社内にテックの部門があります。でそちらの方、現場で壊れちゃったら持ってきて、でそこで直してもらうともう次の現場にはすぐ使える、大体そういうような形になりますため、それこそもう先ほども出ましたソニーの CD900ST のように部品として我々も供給をさせていただくということを検討しております。でもちろんこれが今度一般の方に向けての販売になった時にそうした形がいいのか、もしくはお預かりしての修理対応がいいのか、それは今後検討していきたいと考えております。はい、ありがとうございます。続きましての方ですね、少々お待ちください。このまま持ってますので。はい、お願いします。インヤモニターの方でちょっとお伺いしたくて、最初の方の説明の中で、バランスドアマチュアの方の特性を生かすっていうコンセプトに作ったっていうお話があったと思うんですね。と言いつつも、最初の方から S と2っていう静電型ツイートの方の名前が出ていて、なんでその子を選んだの、ちょっと使いにくいと思うんですよ。にもかかわらず S と2と言いつつ、その静電型ツイートの方を選んだ根拠というか、どこが良くてそこを選んだのかなっていうところをちょっとお伺いしたくて。BA に対して、どこが良かったかっていうことでいいですかね。その構成ですね、その元の BA の方を最初に使ってそこを生かすためっていうお話があったと思うんですけど、そこに、ツイッター静電型を載せれますよね。はい、なんでそこを選んだのかなっていう、そこの狙いをちょっとお伺いしたいんですけど。そうしました。ですね、BA のユニットなんですけれど、もうほぼほぼフルレンジといいますか、具体的に言ってしまうと10系以上のところまで出てる BA になってまして、基本的な考え方としてはもうそのフルレンジだけで音のバランスとしてはほぼほぼ完成みたいなところで、ただその EST を足すことによってその広域のきらびやかさであるとか、そのボーカル表現の細かいところであるとか、あとはハイハットとかの金属音とか、その辺がすごいブラッシュアップされるんですね。なのでEST を組み合わせました。はいはいはい。例えばフルレンジって上の方は S とで、例えば DC だったら下ってダイナミック積んでますよね。はい、そこをなんで S の静電だけ追加したのかなっていう。だからその空気感の追加であるとか、はい。であとはそうですね、BA だけで基本的なバランスを作ってって申し上げましたけれど、やっぱりその BA だけでカバーできない部分ってのはどうしても存在するんですね。で、EST のドライバーの特徴として結構そのシルキーな広域といいますか、その滑らかな広域が出ますので、その辺を組み合わせてバランス取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい。その他何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ今の静電型にちょっと補足としてなんですが、静電型の振動膜って電荷をかけておいてバックプレートとの静電気力で反発させたりするので分割振動が生じないっていうのが一つ大きな特徴としてあります。でどうしてもダイナミック型 BA もある意味導電型という意味ではダイナミックですが、そうするとどこかに力点があってそこをグッと押してそれで振動板を動かすような形になるとどうしてもたわみが発生する。そうするといわゆる完全なピストンモーションというのは実現が難しいということで、どうしてもピークディップが出やすい。でそれが静電型の場合出にくく、出ないと言っていいのかな一応。もちろんその温度感だとかそういった取り回しの関係でピークが出たりはするんですが、それが非常に出にくいということでは利用する、特に超広域に利用するメリットは大きいかと思います。補足でした。はい、では他にご質問の方はよろしいでしょうか。よろしいですかね。はい。なんかね最終回なんで何時までやってもいいって言われてるんで。瀬山さんなんでだいぶ長くなるかなと思いまして。でも喉もギリ持ったのかもう持ってなかったのか分かんないぐらいな感じではありますが。本当長い時間ちょっとだらだらとした話にお付き合いいただいて本当恐縮至極ですが、若手のエンジニア2人、あとは何より本当城下工業さんの今回もう大きなお力添えで、まだフィニッシュ、までは
着地までは行ってないんですが、ホップステップジャンプしたぐらいなところにはおります。なんとかですね、またこのヘッドホン祭り、いつのとは言いません、ヘッドホン祭りでですね、製品として発表できるよう、また藤谷響様等でもですね販売していただけるように製品準備進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。はい、以上をもちましてフィットイヤー新製品発表会、終了したいと思います。本日はご参集いただきまして誠にありがとうございました。